ご苦労様でした。長かったですね。くしゃみ我慢するの大変でした。くしゃみじゃないか。今日はモデルさんのご協力をいただきまして、人物がちょっとね顔に特化して、描いていこうと思います。右上から光を当てて左下に影ができるようにというのはいつもの通りなんですけれども、大まかなね進め方ですね、頭部どんな風に進めていくのかっていうのを見ていただけたらいいかなと思います。では早速いってみましょう。用意したのは今日もステッドラーの 3B です。途中で鉛筆持ち帰る場合もありますけれども、その都度説明していきますので、はい、じゃあ行ってみましょうか。画面の中心この辺かな。この辺で、はい、この辺で描きましょうね。こんな感じでいきましょうか。はい、まずね大まかにこういつも言ってますけれども、位置ですね。画面上のどの位置にモデルさん描くかっていうあたりを決めていきます。ただガイドラインありきっていうか、先にこう顔の正中線とか目の位置とかっていうのを決めるのもいいんですけれども、パッと見のモデルさんのその印象というか、例えばこう髪型だったり目元だったり、モデルさんから受ける印象っていうのをできるだけ早い段階で画面に定着していく方が、逆に言うと後からその正中線とかね、顔のこう左右が対称になるようにとか、条件満たす、もしくは形が歪んでるように見えないっていう、そういったねばならないことっていうのが後でもいいかなと思います。はい、どうでしょう。こんな感じで首まで入るかな。この辺まで行ってみましょうか。はい。で、右上から光が当たっているっていう感じで、今回は髪の毛にできているこの光っているハイライトですね、ちょうどこのサイドと前髪のこの辺りですかねが少しこう発光している、ピカッと光ってるハイライトっぽく見えている感じでしょうか。はい、今 3B で進めてきたんですけれども、ちょっとね硬すぎたので持ち替えます。はい、6B ですね。6B でざっくりといこうと思います。はい、大体のね位置こんな感じで、顎の位置この辺かな、鼻の位置この辺かな、目の位置この辺で、前髪がかかっていてちょっと眉毛隠れていますね。このね目元結構重要なんで丁寧に見ていきましょう。はい、こんな感じで、はい、一気にいきます。まずは髪の毛ちょっと塗ってみようかな。シルエットで見ていきます。こんな感じで、このね黒い形が画面上に入ると画面構成っていうかねバランスがいいかどうかって見やすくなるので、こんな感じですかね。髪の毛のシルエット、輪郭をこう形取った形ですね。塗ってみます。なるべく鉛筆のタッチが見えないようにっていうか、感覚がすだれみたいに広がらないように間を縫って、隙間ないように塗っていった方がフラットな色面に見えてきていいと思います。例えばこんな感じで、あと向こう側もちょっと見えてるかな。で次に顔の光の当たってるところ、日向と日陰をちょっと分けてみます。今回の例で言うとこの鼻まで光当たっている、鼻の下側、口、顎、ここですね。こっち側が影の仲間、日陰になります。髪の毛の暗さに比べるとだいぶ明るいグレーですね。こんな感じで、今回ねモデルさん黒いタートルネックっていうのかな、ちょっとこう襟の首までかかるコスチュームなんですけれども、この黒色結構ね絵が引き締まる感じするので、ちょっとシルエット入れておきましょう。強く入れておきましょう。こんな感じかな。で髪の毛も黒いっていうか日本人黒いので、それと合わせてこんな感じでしょうか。はい、もう一段階強い色入れます。ざっくりとですね、結構力強く思い切って黒い色面、色紙を塗っていくというか貼っていくような感じですね。こんな感じ。
はい、大きな作りが決まったので、はい、ここから顔、大事なところ見ていきましょう。今 6B そのまま使っているんですけれども、できるだけ筆圧は弱めに柔らかく、柔らかい鉛筆をソフトに使えるようになると、白くて柔らかい綿とか、あとはなんか白いタオルみたいな、そういったものが描きやすくなります。考え方によっては明るいところは硬い鉛筆でっていうのも合理的なんですけれども、白っぽくて柔らかいものを描くときに硬い鉛筆ってどうしても硬質な感じがしちゃうんですよね。硬さがどうしても出ちゃう。なのでふわっとした綿あめみたいな、そういうソフトな感触食感のものを描くときにはできれば柔らかめの鉛筆、6B とは言わないですけれども 4B とかそのくらいのちょっと柔らかめなんだけど筆圧をソフトに弱く使えるように練習してみたらいかがでしょうか。はい、今この花の形、小花の形ですね。で小花の脇、ほっぺたは、左サイドは少し影がうっすらと影がこんな風にですねかかってくる。で一番頬の、骨の感じられるのはこの部分ですね。頬骨の手前、ほっぺたのふわっとした柔らかい感じを 6B の鉛筆の腹の部分を使ってソフトに調子を乗せていきます。でここから下、左下は結構ね、よく球体とか皆さん練習これまでしてきたかな。球体でいうとここが一番その飛び出てるところですね。でそこよりも下の、口の上の筋肉とか顎とかはちょっとしたねこう薄い影の中に含まれる感じになるかなと思います。はい、ここから先目の位置も決めていきましょう。はい、この辺ですね。こっち側この辺、これもね影の中に入っている目です。なのでタッチもちょっと柔らかく弱く、こんな感じでしょうか。いきなり形を輪郭を強く描きすぎるとなんか違うなっていう時に直すの大変になるので、最初はこういう柔らかい線でおっかなびっくりですね、ちょっとずつちょっとずつ、その位置とか形とか決めていくようにすると後々大きく形を直さなくちゃいけないなんていう時に困らないです。どうでしょう。だいたいこんな感じかな。手前の目に対して奥の目が今若干見上げているせいで右目の方が少し上側ですね。で左目の方がちょっと下になると同時に遠近法パースがつくので向こうの目の方がちょっとだけ小さく見えています。で前の目の方が少し大きめに見えている位置関係になります。でこの目尻っていうのはこの白目が見えなくなる終わるところからこのね何て言うんでしょう、引っ込んでるところまでって結構距離あるんですね。今回のモデルさんの例で言うと8、9ミリくらいあるかな。目尻のこの長いと目が大きく見えますから、ここからのここまでの距離見逃さずにしっかりと観察してください。あと目の、上まぶたの内側とか下まぶたの内側とか、これ断面で構造で考えるようにすると立体的な表現につながっていきます。特にこの黒目の内側ですね、なんて言うんでしょう、涙腺っていうのかな。この涙腺の涙の出るこの内側、眼球っていうのはこれほぼ球体に近いので白目も含めてピンポン玉がこの中に入っているような、そういう感覚で見ていきましょう。でそのピンポン玉の表面に上まぶたが覆いかぶさってるんですよね。でまつげが上に向けてこうくるっと出ている、下に向けてくるっと出ている。前にも言いましたけれども、まつげはまずね内側に向かって生えた後で外側にカールしているので、その生える向き、始まるところはね見逃さないようにしましょう。でこれが、虹彩、瞳の真ん中の部分ですね。で周りの部分の茶色のところがあってハイライトっていうか反射光が下からの光が結構入り込んでいます。で意外に黒目っていうのは上側は上まぶたのせいでちょうどこう日差しみたいな影ができてるんですね。白目もそうです。白目の上側っていうのは屋根の日差しみたいなまぶたによって影ができている。それを忘れないようにしましょう。こんな感じかな。
でよく見るとここねちょっとだけね光当たってるんですよね。と練りゴムで抜いていきます。どうでしょう、 6B でも結構細かい作業できると思いませんか。そんな風にちょっとね筆圧のコントロールができるように、それぞれ皆さんですねちょっと柔らかく描く、ふにゃふにゃっと描く、ソフトに手を動かすっていうね練習してみるといいと思います。はい、でねちょっとずつ光の向き変わったかな。ちょっと鼻にできる影の形が変わったかな。はい、ここからが、日陰、ここからが日向、その境目の形を、あ、これまつげの影がちょうどここにまつげの影が落ちてますね。これ面白いですね。これとこれがこう相似形っていうかね、上の形が下に投影されている。で目の内側結構見えているっていうか、眼球、このさっき言ったピンポン玉ですね。でね結構内側に引っ込んでるんですよね。まぶたの内側がちゃんと観察できると脱初心者というか中級者の仲間入りですね。はい、なんか右目だけ一生懸命描いちゃいましたけど、他のパーツもいきましょう。鼻の穴を真っ黒く塗る人いますけれども、これもね形をよく見てください。小鼻の端っていうのは内側に向かってギューッと入り込んでいます。でこの、鼻の頭っていうんですかね、鼻の頭のこの中心の形状っていうのはやっぱりね内側に、鼻の穴の内側に向けてこう入り込むんですよね。で向こうの鼻の穴が見えていて、唇の上、ちょうどこの富士山みたいな三角の形につながっていくと。はい、唇に、調子をつける時のタッチの向きですけれども、このね唇のシワの向きっていうか、上から下へですね、色塗りをする時にこのね筋の向きを意識しながらタッチを入れていくと立体的な表現につながります。あと口の中心よりも向こう側、斜め横から見てる場合って形的にはちょっとしか見えないんですけれども、ここの形を正確に追っかけるだけで、斜め横から見てる奥行き感ですね、手前がいっぱい見えて向こうがちょっとしか見えない、この感じ出るので、丁寧に形を追っかけていきましょう。正中線より向こう側は相当小さく見える。はい、あと重要なのは小鼻について、小鼻の終わるところ、ここに続いて口の端ですね、この部分、ほっぺたの膨らみに対して口の端っていうのはギューッと内側に形がこう集まってくるところなので、ちょっと影になります。口の端っこで、上唇も下向きの面なので結構暗い影になります。この部分ですね。で下唇の上側は光が当たって明るく見えているところ、真ん中より向こうはこう影の中、ここで分かれます。日向なのか日陰なのかを区別しましょう。はい、唇の下、ここいつも言っていますけれども影になります。くぼみですね。そこから顎につながると。顎って意外にね大きなボリュームなので、こんな風に鼻の頭を描く時と一緒ですけれども、お団子みたいにこうね丸い形を想定しながら調子つけていくといいと思います。はい、髪の毛もちょっとね色塗りしたままに放置してましたけれども、ちょっと描き入れていきます。こんな感じでしょうか。でこのこめかみのあたりは、頭皮というか髪の毛の生え際から、眉毛にかけてちょっとね髪の毛浮いているので、その意識を持って描いていきましょう。でコントラスト一番強いのはここかな。ほっぺたと髪の毛の境目、このあたりですかね。ここ一番コントラストが強く見えてるかな。さあどうでしょうか。向こうの目もうちょっと描いて一区切りつけましょう。はい、ですね、手前と奥意識的に筆圧を変えています。向こうちょい弱く
あまりこう手前ほどにははっきり濃く強く描いていないっていうのを気づきでしょうか。向こうの目ですね。向こうの目、今ちょっと位置を内側に若干ずらしました。頬の位置も若干内側にずらしました。はい、こんな風に描きながらね、形、位置微調整していきます。そろそろシルエット決めようかな。この辺でもうちょっとほっぺたがふっくらしてますね。ここ形を直す時は上書きを先にしていきます。上書きをした後でいらないところを消していく。ここも上まぶたの内側がちょっと見えていますね。これが瞳です。黒目。これがちょうどガラス玉みたいな目ですね。上まぶたの影が少し落ちていて、下まつげがすごく長いですね。はい、どうでしょう。今日はこの辺にしておきましょうか。はい、いかがだったでしょうか。モデルさん左横向いてるポーズですね。右上から光を当てて左下に影ができる書き進め方、一例として、見てもらえばいいかと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。